で匂いですがしないわ。これはねありがたい。はい、皆さんこんにちは。車の大山角家シヌピーです。今回はイエローハットで購入したストナーのホイールクリーナーですね。フォーミングジェルホイールクリーナーという商品です。2000円ぐらいだったかな。使ったことないのですが、皆さんはホイールクリーナーに何を求めますか？いろんなホイールクリーナーあると思うんですが、もちろんカーシャンプーで十分っていう人もいれば、こういう専用のねホイールクリーナーというものを使ってる人もいると思います。僕はね、汚れがそれなりに落ちて匂いがあんまきつくないやつがいいなと。であと泡立ちがいいものとかね、そういうのを好んで使っています。鉄粉除去剤とか匂いがするものでもいいんですよ。臭い匂いね、あれでもいいんですが、あれが残るタイプっていうのないですか？一回使って次の日もその周辺がその匂いになっちゃってるみたいな、結構ねあるんですよ。これがね匂わないって書いてあったんですよ。特徴はディープクリーンジェルが密着分解除去で、使用できる素材が鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装などさまざまなホイールやホイールキャップに使用できます。でホイールクリーナーね、使えない素材っていうのが結構多かったりするので、購入する時は事前に見た方がいいですね。でこれも特殊な塗装やコーティングを施工したホイール、マグネシウムホイールには使用できませんと。でホイールに影響を与える化学反応を起こしません。安全に使えますよ。で匂いが気になりませんよ。タイヤにも使えますよっていうのがこの商品の特徴なのかな。で成分は界面活性剤と増粘剤、ジェル化するためのものだと思います。液性は弱アルカリで、種類は水性。比較的安全な優しいタイプなんじゃないのかなといった感じです。でこれでどこまで汚れが落ちるのかっていうのを今回見ていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこのホイールに使っていこうと思います。っていうかめちゃめちゃ汚れていますね。そしたらまずは使い方を確認していきます。ホイールの洗浄は1本ずつ行ってください。でまず泥汚れや砂ぼこりなどを水で洗い流してください。で噴射口を回してロックを解除し、トリガーを強く引きホイール全体にスプレーしてください。で30秒ほど待ってから液が乾燥する前に柔らかいスポンジ等で汚れを落としてください。で洗浄液が残らないように水で十分に洗い流し、残った水滴を乾いた布などで拭き取ってください。で使用後はブレーキの制動力を確認してから運転してくださいと。で注意点としては、劣化した面や再塗装面には使用しない。あとシミやムラの原因になるので塗布したまま放置しない。また対象面が熱い時や炎天下では使用しない。対象面はね水をかけてしっかりね乾かしてください。特に走行直後とかはねしっかり冷やしてあげると。あと目立たないところで一回試してください。ちょっと使ってみよう。そしたらまず砂ぼこりを落とします。ホイールクリーナーの選定って結構非常に難しいんですよね。頑固な汚れが落ちた方がいいのか、普通にスプレータイプでパパッと洗えたらいいのかとか。そしたら吹きかけていきます。しっかり出るね。確かにジェルタイプだから使いやすいな。液剤がタラーンと垂れていかない、くっつく感じがすごくあります。でスプレーも結構威力がある。で匂いですがしないわ。これはねありがたい。でタイヤにも使えるということなので、タイヤにもで威力強いけど、このトリガー結構硬いです。で今ね使ったな。これ3分の1まではいかないけど結構使いましたね。でこの後乾く前にスポンジ等で汚れを落としていきます。で奥の方も洗いたいので僕はブラシを使っちゃいます。泡立ちますね。汚れはしっかり落ちているような感じがするぞ。で表面の汚れっていうのはどうしてもブラシじゃ落とせないので、いらなくなったスポンジを使って洗っていきます。結構ホイールクリーナーね、頑固な汚れにどうかっていう検証だったら
ある程度違いあると思うんですが、普通にこう使っていくと結構似たり寄ったりの商品が多いんですよね。ちょっと一回洗い流します。はい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 。全然洗えてませんよ。でこの辺洗えてません。これはまあ僕が悪いんですが、この辺を追加で、こういこうかな。こういう角っこはリトルの方が洗いやすいな。なんか今日これも飛び跳ねるね。ちょっとで、この辺の表面全然洗えてなかった。汚れはね、まあ普通に十分なぐらい落ちますね。で匂いしないの、これマジで快適だなって今思った。匂いを我慢しながらやんないといけないものとかあったりするじゃないですか。うわ、裏側汚れてた。ほらすごい。こんな感じかな。洗い流します。すげえ綺麗になった。ここ見えてなかったな。やっぱこのホイールもね、こう見る角度やっぱ重要ですね。やっぱり左側から見るとこっち面しか見えないんですよ。けど右から見た時に、あ、ここ全然洗えてないやっていう部分出てきますね。タイヤの汚れはどうなんだろうね。そんな落ちてないような気がするけど、軽くタイヤの方いきますか。タイヤの汚れ、あ、まあ落ちてるね。落ちてるわ。タイヤ茶色くなってますね。泡立ちに関して言えばものすごくいいっていうわけでもないかな。こうイージーディティールブラシは短い方がやっぱ毛がちょっと硬めですね。しっかり洗える感じ。いいね。まあ、何がいいかっていうと、まず匂いがしないっていうのと、そんなね強力そうじゃない、そこら辺が非常にいいですね。匂いしないの本当にいいな。本当ね、無臭だね、無臭。あ、だけど泡立つな。やっぱ使うツールによっては泡立ちが良くなりますね。いい感じだね。めちゃめちゃ綺麗になりましたが、もちろん落ちてないところもあります。こういった汚れですね。これはまあ鉄粉ですね。もう固着しちゃったやつです。こういうのはちょっと粘土じゃないとさすがに厳しいかな。でそれ以外の汚れは落ちましたね。こんな感じです。まあ、最初に比べたら大違いですね。普通に私は十分ですね。液剤が軽く残る感じはあんのかな。今日も最後綺麗に拭いてあげれば問題ないと思う。綺麗です。やっぱ裏側がね、ほら汚れてるね。この辺はまあブラシが届いてるか届いてないかの差なんですけど、まだまだ汚れてるって感じですね。けどまあホイール自体はすごく綺麗になりました。ちょっと一回しっかり乾かしてみようか。でまあホイールクリーナーはまあいろいろ種類あると思うんですが、僕はねそんなザ・ホイールクリーナーっていうのはもうほんと汚れがひどい場合でいいのかな。それ以外は普通に泡立ってある程度表面の汚れが落ちるようなもの、先ほど見せた固着した鉄粉とかはその粘土とかを使わないとまあ落ちないので、まあそう考えるとある程度の汚れが落ちればいいかなと僕は思ってます。ホイールクリーナーそもそも使わないっていう人結構いるんじゃないかな。これとかで言うとコーティングされてるものには使えませんよって書いてあったよね。なので逆にコーティングされてるホイールにも使えるカーシャンプーを希釈したようななんかスプレータイプのものがあればそれはそれでいいんではないのかな。落ちない汚れもあるんですよ、もちろん中にはね。そういうのをしっかり落としてくれるものもありますけど、定期的にやってるようだったら、カーシャンプーみたいのでもいいのかなって正直思ってるところはあります。匂いがしないっていうのが何よりも良かったです。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらストーナーの
フォーミングジェルホイールクリーナーというタイヤにも使えてホイールにも使えるホイールクリーナーですね。ジェル状のタイプ、こちらを使ってみました。で使ってみた感想は、ジェルはそんなね固めのジェルでもない、比較的柔らかいんだけどもやっぱり垂れにくいっていうのはありましたね。よくある、ホイールクリーナー液状のやつだと上の方にかけてるのに下の方に溜まっていくっていうことがあるので、まんべんなくかけられるっていうのが良かったです。であとは匂いですね。匂いがもうほぼ無臭っていうか、無臭ですね。これがねすごく良かった。ストレスなく洗えた。でホイールクリーナー自体はそんなね強力なものじゃない感じですね。タイヤの汚れも落ちてましたが、よくあるタイヤクリーナー、茶色いのがバーッと落ちるほどの分解して落とすっていう感じではないのかな。優しめな感じだけど僕は十分だと思いました。けどコスパがちょっと悪いかも。今だいたい3分の1ぐらい使っちゃいましたね。僕がね使いすぎたっていうのはあるんですが、金額とかと考えるとやっぱホイールクリーナーっていうのはコスパ悪いのかなっていう感じもします。で頑固な汚れを落とせるものがいいのか、優しめのやつがいいのか、人それぞれだと思うんですが、ホイールクリーナーとかでいうとコーティングされてるものには使えませんよっていう結構頑固な汚れにも対応しているホイールクリーナーっていうのが多いんですよね。けど優しいタイプっていうのはそれはそれでありがたいなといった感じです。だからそういうものが出てきてもいいのかなと僕は思ってます。定期的に洗車をしている人用の洗車用品みたいなね、なるべく車に優しいもの、そのコーティング車用のカーシャンプーみたいな感じで、そういうものが、いろんなクリーナー関係で出てくれば、非常に使いやすくなるのかなと。あとはカーシャンプーを希釈してスプレーボトルに入れて使うとかね、それ専用のスプレーボトルとかあったらいいなとも思うし、何をどれぐらい希釈すればいいのかとか、そういうのもねちょっと今後検証していきたいなといった感じです。皆さんもねホイールクリーナーで何かあれば教えていただけたら、僕もいろいろ検証しやすいので助かります。あとはもうツールだね。ホイールはツールありきだと僕は思ってます。裏側しっかり洗えるツール、細かいとこ洗えるツール、定期的に洗車をしてる人だったら特に、ツールの方が重要なのかなといった感じです。こういうのもね買って使ってみないと分かんない部分もあるので、できるだけ皆さんの参考になるような動画を今後も作っていきたいなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。